はい、皆さんこんにちは。アミティ先生です。今日は iPad とトラックパッドの使い方を紹介していきます。で、最近 iPadOS 13.4 っていうやつにアップデートしたんですけど、そこから正式にこのトラックパッドと、あとマウスですね、が接続して使えるようになりました。で、今日はこのトラックパッドです。こう指でね、タッチして操作するものなんですけど、これの使い方を徹底解説していきたいと思います。で、私が持ってるこのトラックパッドはマジックトラックパッド2って言って Apple 純正のやつなんですけど、15,000円ぐらいしますね。なんですけど、安いやつ、他の純正じゃないトラックパッドでも Bluetooth 接続できるものであれば、動くので、それで試してもらっても全然大丈夫です。で、このトラックパッドを使いこなすと iPad でできることの幅がめちゃくちゃ広がるので、ぜひ持ってる人は今日の動画必見です。で、細かいジェスチャーいろいろあるんですけど、ぜひ全部覚えて iPad 使いこなしてほしいと思います。はい。じゃあ、まずですね、接続方法からやっていきましょう。設定画面から進んでいきます。マジックトラックパッドの電源をオンにして、iPad の設定画面、Bluetooth の画面に行くと、この下の方にですね、マジックトラックパッドっていうのが出てくるので、これをポチって押すと、この上の段に上がってきます。で、そうすると接続 OK です。で、接続するとこういうマウスカーソルがね、画面に出てくるんですけど、細かいこのトラックパッドの設定に関しては、左側の項目、一般のところの中にトラックパッドっていう項目が出現しています。で、その中で細かいジェスチャーを設定していきます。で、例えばなんですけど、一番上、これマウスポインターの速さですね。左側の亀さんの方に持っていくと、こう動きがとても鈍くなってスローになるし、逆に右側の方のうさぎさんの方に持っていくと、めちゃくちゃ速い動きになります。で、ナチュラルなスクロールっていうところは、これ2本指で画面をスクロールした時の動く向きですね。で、例えば今オンにしてる状態で、指を下から上に上げると画面も同じように下から上に上がっていきます。で、これをですね、オフにして、さっきのサファリの方に戻っていくと、下から上に指を動かすと、反対に画面は上から下に下がっていきます。これが逆方向のスクロールなんですけど、このスクロールの向きをどっちにするかっていう項目になります。で、ダブルクリックのところは、マウスみたいな感じでカチカチってダブルクリックするっていう、その動作をオンにするかオフにするかっていうところで、で、その下、副ボタンのクリックっていうのは、マウスでいう右クリックのことですね。例えばこういうアイコンを2本指でクリックした時に、こういうサブ画面みたいな、メニュー項目みたいなのが出てくるんですけど、それをオンにするかオフにするかです。例えばサファリとかでもこういうリンクを2本指でクリックするとメニュー項目が出てくるんですけど、これをアクティブにしたい人はオンで、出したくない人はオフにしておいてください。で、ここからホーム画面の方を移っていきます。で、画面上に今ちっちゃいマウスポインターが見えると思うんですけど、これ手を離して2秒ぐらい経つと消えます。消えたの分かりました？こんな感じで。触ってる時はポインターが現れてるんですけど、離してる時はそれが見えないような仕様になってます。で、ちなみにこれすぐ消したい人は画面をタッチすると消えます。こんな感じで。なんでポインターうざいって思ったらもうタッチしてもらえれば OK です。で、ホーム画面を動かしたいときは基本的に2本指でこうやって左右にスライドすると画面が切り替わっていって、一番最初のホームのところです。もっと右側にスライドするとこのウィジェットっていうのが出てきますね。左側に出てるものがウィジェットと言います。で、このウィジェットは自分の好きなツールを入れておいて、そこにクイックアクセスできるような機能なんですけど、おすすめはこのバッテリーとかを入れておくと、トラックパッド、つながってるトラックパッドとか、あとマウスとかのバッテリーの残量が見れたりするので、バッテリー入れるのをおすすめします。で、次、ホーム画面上で2本指で下から上にシュッて持ち上げると、サーチメニューが出てきます。検索バーですね。なので、ここで検索ワードを打つと iPad 内で検索してくれたりとか、他のアプリに飛んだりすることができます。で、次、ドックですね。ドックはこの iPad の下に並んでるアプリアイコン一覧のことを言うんですけど、何かのアプリを開いているときに画面の下にシュッてやるとドックが出てきます。で、そのままもっとギュッて下に引っ張るとホーム画面に戻っていきます。こんな感じで。もう一回いきますね。下にシュッてやるとドック開いてギュッてやるとホーム画面に戻っていきます。
で、もう一つホーム画面に戻る方法があって、この画面下にですね、ホームバーと呼ばれる長い棒線みたいなのがあるんですけど、そこをクリックしてください。そうするとホーム画面に戻っていきます。で、次、通知センターです。通知センターは上の隅にですね、ギュッと押し込むように持ち上げると通知センターが出てきます。で、下のホームバーを押すと戻っていきます。で、もう一つやり方があるんですけど、左の上にこの時間と日付が書いてあるところがあるんですけど、ここをクリックしてください。そうすると同じように通知センターが現れます。こっちの方がね、楽かもしれないですね。なんか上にギュッてやるのちょっとやりにくかったりするので、おすすめはこの時間のところをクリックです。で、同じように右上にここバッテリーとあと Wi-Fi のボタンがあるんですけど、これを押すとこんな感じでコントロールセンターが現れます。なのでここで画面の明るさ調整したりとか、画面の向きをロックしたりとかね、Wi-Fi オンオフとかをすることができます。で、これ面白いのが、例えば Wi-Fi のところワンクリックだけだと Wi-Fi のオンオフなんですけど、これね、2本指で Wi-Fi のところをタップします。で、そうするとこの Wi-Fi の、詳細画面が出てくるんですよ。なので他の Wi-Fi 選んだりすることもできるし、あと例えば Bluetooth のところでも同じですね。Bluetooth のところを2本指でクリックすると、この Bluetooth、他の Bluetooth の設定画面がちょっとちっちゃく出てくるような感じになるので、これはとてもおすすめですね。クイックにこの Wi-Fi 切り替えたりすることができるので、ここはぜひ覚えておいてください。で、アプリの並びを変えたいときは、長押しするか、もしくは、2本指でクリックするとこのメニュー項目が出てくるので、その中からホーム画面を編集っていうのを押すと、アプリの並び順だったりとか、フォルダ分けを変えることができます。で、次、サファリでちょっと見ていきます。サファリのページで今1本指でカーソルを動かしてるんですけど、テキストの上に持っていくとテキストカーソルになります。これ結構面白いんですよ。普通のところだと丸いポインターなんですけど、テキストの上に持っていくとテキストカーソルになって、そこをセレクションすることができます。なので、こんな感じでテキスト選択してコピペみたいなことも簡単にできるようになりましたね。で、今1本指で動かしてるとカーソルがただ動くだけなんですけど、2本指で動かすとスクロールですね。画面の上下のスクロールです。で、2本指、人差し指と親指でピンチアウトするとズームイン、ズームアウトです。これすごいいいですよね。すごい文字読みやすくなるし、こうキーボード立ててると画面触ってズームするの結構めんどくさかったりするんで、これは結構使えるなって思いました。で、次3本指です。3本指で下から上にギュッと持ち上げるとホーム画面に戻っていきます。で、この3本指なんですけど、こう下から持ち上げた時に手を離さずリリースせずにホールドしておくと、このようなアプリ一覧の画面に行くんですね。なので手を離してしまうとホーム画面に戻るんですけど、ギュッとホールドすると他のアプリにこうやって切り替えることができます。で、この中でいらないアプリがあるときは2本指で上からシュッてすると消えていきます。2本指で上からシューです。そうすると、自分が置いておきたいアプリだけ残っていく感じになりますね。で、アプリ間の移動は3本指です。3本指で左右どちらかにこうスワイプすると瞬時に違うアプリ、隣のアプリに切り替えることができます。これもね、結構便利なので覚えておいた方がいいです。やっぱりこのアプリをいかに早く切り替えれるかで、この仕事の生産性結構変わってくると思うので、ここね、使いこなすとかなり iPad マスターになれると思います。で、次、スプリットビューいきます。スプリットビューは画面分割の機能なんですけど、例えば違うアプリをこうやって右側にギュッて押し込むと、左側にサファリ、今右側にスラックっていうアプリが立ち上がっている状態です。で、この真ん中のバーをこうやって移動させると、画面の比率ですね、を変えることができます。で、スプリットビューのお友達でスライドオーバーっていう機能があるんですけど、こうやって画面を持ち上げて離すと、今サファリの画面の上にスラックのアプリがこう乗っかったような状態になります。これスライドオーバーと言います。で、例えばスライドオーバーで立ち上げて、この画面を消したいときは、この右側のエッジですね。iPad の画面のエッジにマウスカーソルをキュッて持っていくと、こうやって消えます。で、また反対にキュッとすると出てきます。これがね、トラックパッドのスライドオーバーの使い方なんですけど、結構これ私個人的に好きで、やっぱり指でやろうとするとちょっとね、やりにくかったりしてたんですけど、
この右側にタッチするだけで、こうカンペのようにですね、アプリが立ち上がってくるので、ちょっとチラ見したいなみたいな時にすごく使えると思います。で、このスライドオーバーの画面上で3本指でですね、下から上にシュッてやると、スライドオーバー上でのアプリの切り替えができます。今、サファリ、写真アプリ、スラックみたいな感じでどんどんこうくるくる回していってますね。で、3本指で下から上にシュッてやると、アプリの一覧が出てきます。スライドオーバー上でのアプリの一覧です。ちょっとややこしいですね、これ。なんですけど、こうスライドオーバーで今何が立ち上がってるかを見たいときはこれを使います。でですね、このスプリットビューとスライドオーバーの合わせ技みたいなこともできるんですけど、今これ左にサファリ、右側にスラックのアプリが立ち上がってる状態で、ファイルアプリをスライドオーバーさせます。で、その時にこの下のドックの中からファイルアプリを持ち上げて、真ん中の軸ですね、この境界線のところに持っていきます。で、この状態で手を離すと、これがスライドオーバーになるんです。なので今これ3個のアプリが立ち上がっている状態です。サファリとスラックとファイルアプリが立ち上がってて、スライドオーバーに関してはこんな感じで位置を自由に変えることができます。で、左側の画面のところにグッて長押しで持っていくと、スプリットビューに当てはめることもできますね。で、ちょっとおさらいすると、ドックからファイルアプリをギュッと持ち上げて、真ん中の線のところで手を離す。そうすると、スライドオーバー。で、3本指上からシュッてすると、スライドオーバーのアプリ一覧を見ることができます。で、切り替えは左右にシュッシュッシュです。結構ややこしいですけど、頑張って覚えてください。で、具体的な使い方としては、例えばこういうサファリでブラウジングしてて、いいなって思った写真とかをテキストエディターの方にコピペして保存しておくっていうやり方がありますね。今、右側にエバーノートを立ち上げています。左側はサファリです。で、このサファリの中から自分がいいなと思う画像とかを例えばこれで選択して、で、2本指クリックで副ボタンのクリックなので、副ボタンクリックでコピーを押します。で、この状態で右側のエバーノートの方に持っていって、キーボードでコマンド V でペーストですね。ペーストを押すと同じものがこっちのエバーノートの方にもコピペされていると。で、この状態で下に文字とか打ってもいいですね。で、例えばもう少し写真入れたいなと思って自分の写真アプリの中から開きたいときは写真アプリをスライドオーバーで開きましょう。スライドオーバーで開いて写真アプリの中から自分の画像をまたこのエバーノートの中にドラッグ&ドロップするとこうやってね下に追加することもできます。なのでこんな感じでいろんなアプリを立ち上げながら1個のドキュメントを作っていくっていうのにこのスプリットビューとスライドオーバーはとても使えるのでぜひこういうような使い方してみてください。で、もう一つおすすめしたいのが EC サイトでのサファリの活用術ですね。で、例えば今これ私の EC サイトを開いてます。で、ちなみに2本指で左右にシュッシュってやると戻る進むの動作になります。で、こういう EC サイトで商品を比較したい時なんですけど、例えばこの1個目の商品をぐっと右上の方に持っていくとスライドオーバーとしてこのページが開いてくれます。わかりますかね？で、また別の商品、2個目の商品を右上の方にドラッグ、このあたりです。このあたりに持っていて手を離すと、スライドオーバーがこう被さって違うページが今開いてます。で、同じように3つ目の商品も今被してスライドオーバーで開きました。で、3本指で横にスワイプすると、今まで検索して開いた商品がですね、このように表示されます。なので、何個も商品があってどれにしようかなって迷う時とかに、このスライドオーバーでたくさん商品のページを開いておいて、価格とか、あとサイズとか色とかね、いろんなものを見比べて、見ることができるので、これもめちゃくちゃおすすめのやり方です。で、次、テキスト系のアプリでのトラックパッドの活用術なんですけど、例えばこういう文章を選択したいとき、今まで手でやるとね、どこにカーソルがあるかもわからないし、テキストを選択しようとしても、ちょっと間違えたところを選択しちゃったりって言って、なかなかこのテキスト操作っていうのがやりにくかったんですけど、このトラックパッドだとこうやって、カーソルをグッて選択して長押しするだけで文章を一括に選択したりっていうことができますね。こういうのはね、トラックパッドとかマウスがあるとめちゃくちゃいいなって思いますね。
で、例えばこのテキストの中で一つの単語だけを選択したいっていう時は、一本指でカチカチっとダブルタップです。すると、今一つの英単語だけが選択されている状態ですね。で、これを3回トリプルタッチすると、そこの文章ですね。文章が全部選択されたような感じになります。ダブルタッチでワン単語、トリプルタッチで、すべての文章を選択です。で、この選択したテキストをコピペしたい時ですね。は選択して、キーボードのコマンド C がコピーで、違うところにカーソル持っていって、コマンド V がペーストですね。で、これでもできるんですけど、トラックパッドでのやり方は、テキストを選択して、そのままグッてワンクリックで選択しながら長押しして下の方に持っていきます。で、そうすると同じものがコピペされます。文章を選択、長押しで下に持っていく。プラスボタンみたいなのがつくのでよくわかると思います。で、こんな感じでコピペ動作もこのトラックパッドで簡単にできるので、テキストアプリもね、どんどん使ってほしいなって思います。で、あと個人的にいいなって思ったのが、マップアプリですね。これのピンチイン、ピンチアウトでズームするのがすごいスイスイいって、とてもやりやすかったです。で、見やすいですね。やっぱ画面にタッチすると全体が見れなくなったりするんですけど、この外部の周辺機器でズームイン、ズームアウトができるのは結構いいなって思いました。で、もう一つおすすめなのが動画編集アプリです。で、私はルマフュージョンっていう iPad の動画編集アプリ使ってるんですけど、このタイムラインをですね、指でピンチイン、ピンチアウトすると、ズームイン、ズームアウトします。このタイムラインがね、見やすくなるんですよ。で、2本指で、左右にスワイプすると、タイムラインが最初の方に戻っていったり、後の方に進んでいったりします。これがね、とてもいいです。今までここは指でやらなきゃいけなかったんですけど、やっぱりこういうね、タイムラインとか細かい動作をするときって指でやるのは結構大変なんですよね。間違えたところを選択しちゃったりとか切っちゃったりとかしてたんですけど、これがトラックパッドだったらすごく細かいところまで微調整することができます。で、こういう動画編集アプリについてはですね、トラックパッドもしくはマウスと、あとキーボードで作業した方がかなりやりやすいです。動画編集アプリをタッチ操作でやると結構ミスったりするのであんまりおすすめしないですね。なのでトラックパッド、マウスはめちゃくちゃ使えると思います。で、最後です。最後はもっとこのトラックパッドの詳細な設定をしたい人向けなんですけど、設定アプリの中の左側のパネルにですね、アクセシビリティっていう項目があります。一般の下あたりです。で、そこにポインターコントロールっていうボタンがあるので、それを押します。で、ここがトラックパッドのもっと細かい詳細な設定をする項目なんですけど、例えば一番上、コントラストを上げるっていうボタンをオンにします。で、これ何かっていうと、マウスカーソルを文字の上に乗せた時の黒く後ろに背景がね、出ると思うんですけど、これの色がもっと濃くなるという感じですね。色のコントラストが上がるというような、項目です。で、その下、自動的にポインターを非表示っていうところですね。これは今、ポインターが出てると思うんですけど、これ手を2秒ぐらい離してると、自動的に消えるっていう話を冒頭にしたと思うんですけど、この非表示のボタンをオフにすると、常にこのポインターが画面上に現れてるような状態になります。で、その下の秒数なんですけど、これは手を離してから何秒後にこのポインターが消えるかっていう項目になるので、ここも設定が可能です。で、その下、カラーなんですけど、カラーはこのポインターの色ですね。今なしになってるんですけど、例えばこれブルーにすると、ポインターの周りに青いサークルがついてますね。レッドにすると、レッドのサークルがついてます。この色を決めることができるし、この下のスライダーで、この色の枠の太さですね、を決めることもできます。で、その下、ポインターのサイズが、その通り、このポインターの大きさですね。丸が大きくなります。で、次、このポインターのアニメーションなんですけど、これはマウスカーソルを文字だったりとかアイコンの上に載せた時に、ニュインって大きくなるかどうかの設定ですね。オフにしてるとあんまり変化がないんですけど、オンにするとギュッと大きくなったりします。アイコンとかドックのところでもそうですね。マウスカーソルを上に載せると大きくなったりするので、こういうアニメーションが好きな人はオンにしておいてください。で、次、トラックパッドの感性っていうのがあるんですけど、これね、ちょっと説明しにくいんですけど、マウスポインターを動かして手を離した瞬間に、ちょっとね、ニュッと
遊びみたいな感じで動くんですよ。なんて言うんですかね、残りがみたいな感じ。遊びみたいな動きがあるんですよ。で、これがオンにしてるとそういうニュルって手を離した後も動くかどうかですね。私これあんまり好きじゃないので、このトラックパッドの感性はオフにして、そういう遊びはないような設定にしてます。で、スクロールの速さに関しては、こういうところをですね、2本指でスライドして上下に動かすときに、その速さをコントロールするパネルです。私はこれは速い方が好きなので、マックスにしてます。はい。ということでですね、こんな感じでトラックパッドの解説以上になります。皆さんいかがだったでしょうか？結構モリモリコンテンツで、もうわからなくなってる人も多いかもしれないんですけど、ぜひこの動画何回も見てもらって、トラックパッドと iPad の使いこなし、極めてほしいなって思います。で、今回はですね、トラックパッドの使い方だったんですけど、また別の動画でマウスの使い方っていうのも紹介動画出そうと思っているので、ぜひ楽しみにしておいてください。クリエイターさんとかデザイナーさんとか動画編集する人は、マウスの方が絶対にいいと思います。その理由とかも含め、解説していきたいと思うので、楽しみにしておいてください。で、この動画が役に立ったらぜひいいねボタンをお願いします。で、このチャンネルではこんな感じで iPad の使い方たくさん紹介してますので、チャンネル登録まだの人はぜひポチッとよろしくお願いします。はい、ということで今日は以上です。長い動画でしたけど最後まで見てくださってありがとうございました。皆さんがですね iPad をめちゃくちゃ使いこなしてもらえるようにアミティ先生願ってますので、これからも一緒に頑張っていきましょう。ということで次回の動画もお楽しみに。バイバイ。